こんにちは。今回は日産から新たに発売されたインフィニティの QX80 について紹介していきます。それでは行きます。Now loading。では、まず、さらっと全体の外観から見ていきましょう。ディスプレイは、14.3 インチのディスプレイを2つ横並びさせています。ディスプレイ周りの照明が充実していますね。後席から見ていると、コンソールの横幅が大きいのと、コンソールにもディスプレイがついているかな。室内結構広いですね。3列シートですね。この丸は、スピーカーの数だと思います。オーディオ機能に力を入れていますね。中央下のディスプレイは、コンソールについているのか、インストルメントパネルについているのか、コンソール側についているみたいですね。それでは、外装を見てみましょう。フロントグリルかっこいいですね。賛否両論のある V モーショングリルではなく、完全に新しいグリルシルエットですね。リア側がワゴン車みたいに大きい。ホイールかっこよすぎですね。ホイール形状はフロントグリル形状と似ているなぁ。リア周りを見てみると、リアコンビネーションランプが、外側が大きく、中央は細くなっているように見えます。フロント側に泥除けついてるの初めて見た。電動サスペンションついてそう。外観の紹介はざっとこんな感じです。それでは詳細を見ていきますが、その前に、まずインフィニティが、何なのかついて紹介してきます。インフィニティは日産の高級車ブランドで、トヨタを例にすると、レクサスブランドですね。ただ、レクサスとの違いとして、インフィニティの車種は国内では販売されていないです。たまに走行しているのを見かけることはありますが、逆輸入して購入しているか、以前期間限定で販売されていたスカイラインに絞られるはずです。そんなインフィニティですが、2024年3月20日付で、公式に、QX80-2025 年モデルを発表。しかも、フラグシップモデルということで、日産でいうところのアリアみたいな最先端の機能を盛り込んだ車種が登場したわけですね。アリアの多くの機能は、他の日産車に継承されているため、この QX80 の機能も、インフィニティや日産の車種へ継承されるのではないかと思います。そんなハイスペックの QX80 のサイズですが、全長 5365mm、全幅 2350mm、全高 1945mm、ホイールベース 3075mm、とにかく大きいです。この全長が長い理由の一つは、3列シート仕様になっていることが挙げられます。全長が 4660mm のエクストレイルも3列仕様がありますが、さすがに少し窮屈に感じましたが、QX80 サイズともなると、3列シートでもさほど窮屈に感じずに座れると思います。最近発売されたトヨタの大型 SUV であるセンチュリーをはじめ競合車と比較をしてみると、こんな感じになります。トヨタのセンチュリー SUV は、全長 5205mm、全幅 1990mm、全高 1805mm で、意外にも、全長は QX80 の方が大きいですね。その他の競合車として、ロールスロイスカリナンやランドクルーザー、キャデラックなどがありますが、QX80 と同じくらいのサイズ感なのは、キャデラックのエスカレードですね。エスカレードは国内でも見かけますが、フロントフェイスが大きくて激突されたら、死んでしまうなといつも思うくらいのサイズです。犬で例えるなら、ピットブルですね。ロールスロイスカリナンは、全長 5340mm、全幅 2000mm、全高 1835mm なので、ロールスロイスくらいの全長だけど、SUV だから一回り大きいんだなって感じかも。エクストレイルのサイズよりも一回り大きい。でかすぎ。アメ車って感じですね。それでは、外装から詳細を見ていきます。外装はアーティストリーインモーションといって、静的にだけでなく、動きある芸術性も演出しようとしているようです。フロントグリルには刷新された新インフィニティロゴを合わせ、新デザインのダブルアーチグリルを採用。このフロントグリルは、竹林をイメージしてデザインされているようですね。フロントグリルには、アクティブグリルシャッターといい、ラジエーター制御で自動でグリルの開閉がなされるようです。高速走行時にシャッターを閉じて空気抵抗を低減し、燃料消費を減らしてくれるようです。このグリルは BMW でも採用されている自動開閉式のキドニーグリルに似ていて、こないだその BMW を見てきたんですが、電気自動車なのかガソリン車なのか区別がつかないほど、フロントグリルの穴が目立っていなく、電気自動車と間違えました。QX80 はガソリン車ですが、フロントグリル形状からだけでは、もしかしたら電気自動車と間違える人もいるかも。続いて、ボディラインをサイドから見てみると、全体的にまとまりのあるデザインだと感じました。
ただ気になった、このボディの分割は、QX80 だけを見ると、ちょっと違和感に感じるかもしれませんが、トヨタのクラウンエステートでも採用しているボディ分割で、最近の流行りなのかもしれません。ホイールアーチとリムはついていないですが、ボディでくびれを作ることで、タイヤを大きく見せていますね。かっこいいですね。内装ですが、文字通りゴージャスでしたね。まず、一番最初に目につくのが、14.3 インチのディスプレイなのですが、なんとデュアルモニターで、14.3 インチ高解像度モノリススクリーンになっています。なので、ディスプレイは非常に大きいです。また、標準で Google がビルドインされているようです。これによって、Google マップや Google アシスタントを利用することができるようです。おそらく皆さん、スマホホルダーをつけて、自分のスマホで Google を活用していると思いますが、その Google の機能が車に標準装備されたような感じです。また、コンソールのモニターは、今までにない配置をしていますね。拡大してみると、まず、空調の調整はできて、フロントとリアどちらもできるようです。シートヒーターとシートベンチレーションもついています。こちらが、ステアリングヒーターですね。プラズマイオンクラスターもついています。このことから、このモニターは、空調調整専用モニターの可能性が高いですね。もしかしたら、この MODE で画面が切り替わって、音響環境調整もできたりするのかな。また、この画面からはわからないですが、バイオメトリッククーリングと呼ばれる空調機能が搭載されていて、天井に搭載された赤外線センサーで2列目の乗員の体温が高いことを検知すると、自動的に空調が作動して、風量と温度を調整するようです。だから、リアのここに鍵付きのマークがついているのかもしれません。また、よく見ると、シフトはセレナと同じスイッチタイプですね。スポーツカー以外、シフトレバーがなくなる未来もありえそうですね。ハザードランプもコンソールについていますが、体に近い位置の方が押しやすいので、斬新な配置とは思いますが、私好みではありますね。ワイヤレス充電器は、シフトスイッチのすぐ後ろにありました。リットがついていて、収納することもできそうです。また、アンビエントライトは全64色あるようですね。照明で言うと、ところどころに幾何学模様ではないですが、ライン照明が付与されていますね。ステアリングを見てみると、ここにダイヤルスイッチがついていますね。ボタン配置を見ると、これ進むと戻るのスイッチだなぁ。ナビの操作スイッチ類が右側についていますね。左側のスイッチを見てみると、これは、プロパイロットの車速調整用のスイッチと思われます。これが、プロパイロット始動スイッチのようですね。もしかしたら、車間距離調整用のスイッチかも。そもそもプロパイロットという名称なのかもわかりませんが、ステアリングのスイッチ配置は、今国内で発売されている日産車のスイッチ配置と逆ですね。また、少しスイッチ全体が沈み込んでいるのも特徴的ですね。また、嬉しいことに、スイッチ上部まで本革巻きされていますね。ただ、ステッチのような模様も見えるので、手触りがいいといいですね。ステアリングは中央ロゴ周りにも四角が巻かれていてゴージャスです。内装は全体的に革製品が多く、そのおかげで内装色も自由度が高くなっていますね。また、プレミアムオーディオは、日産のオートオーラのように、ヘッドレストにスピーカーを設ける仕様になっていますが、日産のオートオーラとの違いとしては、坊主製ではなく、クリプス地製である点、スピーカーグリルが乗員側を向いている点ですね。基本的にスピーカーの音はスピーカー面に対して垂直に発音されるので、デザイン的には少し目立ちますが、より違和感がなく、音を楽しめる室内空間になっていると思います。そして、スピーカーの数ですが、24個もついていて、そのおかげか個別オーディオ機能として、ナビゲーション指示など運転に関わる音をドライバーにだけ聞こえるようにできるそうです。では、もう少し詳細を見てみます。ステアリングの太さは、少し太めに感じますね。ステアリングの左側に、プロパイロットの青い作動スイッチがありました。ということは、自動運転に関わる機能は、やはり左側に変わっているということですね。QX80 はどうしてボルドーカラーをモチーフにしているのかは気になりますね。コンソール周りを大きくズームアウトして見てみます。全体的には革が巻かれている部分はそんなに段差は大きくないですね。助手席側のリットの下には、ドリンクホルダーがありそうですが、車幅が大きいので、運転席からドリンクを出すとき、取り出しにくくならないか気になります。助手席の前にもスイッチがあるんでしょうかね。違った。インフィニティロゴが入っていました。天井周りも見てみます。サンルーフは、アリアと同じようなタイプですね。
若干、遮光フィルムみたいな感じになっていそうですね。照明周りを見てみると、ほぼアリアと同じですね。ただ、そのランプ近くにつ気になるものがついていますね。これは、室内用のカメラでしょうかね。これは、先ほど紹介した BMW523i ですが、カメラがついているとすると、こんな感じで丸いレンズになるはずです。ここについているのは、明らかに丸く見えるので、カメラだと思いますね。こっちについているのは、わからないですね。昨日てんこ盛りで、見ていてワクワクしますね。ドア周りを見てみると、これ、アルカンターラの可能性ありますね。明らかに起毛加工はされていますね。ということは、天井とか周辺も起毛加工されているのかな。B ピラーは起毛加工されている。天井もブラック色で起毛加工されていますね。A ピラーも起毛加工。ゴージャスな内装ですね。ドア側は少し暗め7ボルドーで、シートは明るめなボルドー色ですね。個人的には、ブラックエディション仕様で、内装全部ブラックにしつつ、アルカンターラつけたいなぁ。3列目の窓ガラスは、ほとんど見えないですが、2列目までは外がよく見えますね。車線変更するとき、慣れが必要ですね。2列目から室内を見てみると、中央のコンソールの横幅がかなり大きいですね。この大きさなら、隣に座っている人と肘の置き場争いはないですね。多分ここがドリンクホルダーかな。足のスペースもかなり大きく確保されているので、足を伸ばしたまま優雅に寝れそうだな。このくらいの大きさの車の方が、人をたくさん乗せれて多くの人に自慢できそう。天井には小さな照明がありますね。静電スイッチでこれもアリアと同じだと思います。アリアの石が継承されていることが、ところどころから伺えますね。では、3列目から見てみます。3列目に移動してきました。秘密基地みたいでいいですね。クォーターガラスが大きいですね。ここに子供を乗せたら間違いなく喜ぶはずです。ドリンクホルダーもついていますね。これもしかして、シートヒーターかな。もう一つのスイッチは何だろうか。誰かに運転してもらって3列目で楽しむのもいいですね。ラゲッジはさすがにほとんどスペースないですね。3列目シートを倒す必要がありそうです。この3列目シート、エクストレイルとほとんど同じですね。確か、3列目シートを倒すと、段差なく、ラゲッジスペースとシームレスにつながる感じですね。私のチャンネルにエクストレイルの3列目シートの動画があるので、気になる方は見てみてください。さすがに、3列目シートの足場は、足を伸ばせるほどではないですが、ゆとりある足場であると思いました。いかがでしたでしょうか？この QX80 の車両価格は、1200万円からのようです。どんなグレードがあるか気になりますが、最高グレードは、一体いくらいになるんでしょうかね。ぜひ日本でも発売してほしいですが、購入検討は逆輸入の方が現実的だと思います。今回紹介した機能が今後の日産車にも採用されていくかもしれないので、引き続き、動向を調査していきます。それではまた。